はい、皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。いつもご視聴いただいている皆さんありがとうございます。今日はですね、以前からお話ししているこの家をね賃貸に出すっていうことでいろいろ動きがありました。なのでね、その結果報告ということで、一体ね何組の方が内見に来たのかとか、何組の方が申し込んでくれたのか、そして最終的にどういう方にね住んでもらうことに決めたのかっていうのと、お家賃とかね、そういうのも全部公表していきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではね早速お話ししていきます。無事にね、この家を借りてくる方が見つかりました。思ってたよりも早い段階で見つかって、1回の内見だけで見つかりました。順序よくいきますと、まず引っ越し日を先に決めまして、でその前からエージェントさんとはねずっとお話ししてても、その方とも契約してて、引っ越し日が決まったら動き出すのでまた連絡くださいということで、契約だけ済ませてしばらく泊まってましたが、引っ越し日を決めたので、その1ヶ月前に、その方にもう一回連絡して、この日に引っ越しをしますということで、そこからもトントンとねスケジュールがどんどん入っていきました。連絡したその週末にはそのエージェントの方が来られて、写真を全部家のね中の写真を撮っていただきました。なのでその前はずっと障子でね忙しかったです。余計なものを片付けたり、特にガレージですね、ガレージがちょっと荷物置きになってたので、それを2日ぐらいかけてクリスが全部クリスの家に運んでくれて、でほぼほぼ空っぽの状態にして、で写真を撮っていただきました。でその写真をそのエージェントさんがプロフェッショナルの方に出して、さらにちょっと加工していただいて、でその写真が実際不動産のねその賃貸のウェブサイトにアップされたのが水曜日ですね。その写真を撮ったのが土曜日で、月曜日にはだいたいこんな感じで行きますっていうウェブサイトにね上げる内容と写真のものを見せていただいて、エージェントさんからこれで間違いないですかっていうので、水曜日には上がりますっていうことで、水曜日に上がりました。でその内見をその水曜日に上げたその週末の日曜日にしましょうということで計画を立てて、で次の日かその次の日ぐらいに少し気になってたので、どれぐらい質問とか来てますかっていうのをエージェントさんに聞いたら、結構来てますっていうことで、具体的な数字はなかったんですけど、問題なくね質問が来てますっていうことで、その内見を来るには一応事前にね登録をしなきゃいけないんですね。予約というか。で最終的にその日少し前にエージェントさんが来て鍵をね私たち家にいたらダメなので、家から出なきゃいけなかったので、ちょっとエージェントさんが早めに来て、で私たちの鍵を預けて私たちが出て行ってっていう段階だったので、その時に聞いたら一応9組の方がこの内見にね登録されてますっていうことで、果たしてその中で実際に何人来るかっていうのは分からないので、それは開けてからの問題だったんですけれども、とりあえず9組で、結構これはね普通にOK な、そのめっちゃ多くもなく少なくもなく普通にねリーズナブルなナンバーでいいと思いますっていう、まずそのスタートとしてはねいい感じだと思います。しかも上げてからそんな日数が経ってない状態で、上げては木曜日金曜日4日目、実際広告が上がってから4日しか経ってない状況なので、それで言ったらいい方だと思いますっていう感じで、割とねポジティブな感じだったので、スタート的にはいいかなと思って、でペットたちも全員出ていかなきゃいけなかったので、車でねペットたち全員乗せてで出ていきました。その時のねちょっと様子だけ撮って、でちょっと何人来るかなっていうのを、結局犬だけだったらね海とか散歩行ったりしてもよかったんですよ、その間に。だけど結局家開ける
言ってもその内見が15分しか設定されてなかったので、その間に海行ってもあれだし、でやっぱ猫のねサクも連れて行かなきゃいけなかったので、サク連れて海行って車の中で待たすのもかわいそうだしって思って、だから結局ちょっと近くの方車で出て近くにちょっと見えるところに止めて、でちょっと何人ぐらい来るかなっていうのをちょっとこっそり実は見てたので、ちょっとその時の映像をねお見せしながらお話ししたいと思います。ごめんね。I'm sorry. はい、ということでね、たった15分の内見だったんですけども、割とコンスタントにね人が
訪れてくれて、結局、9組の方が登録されたっていうことだったんですけれども、8組の方が実際に見に来られたということで、これはねすっごいいいんですって。だいたい登録してる半分が来たらよしとされてるみたいで、なので8組が見に来られたってことはすごく良かったですって言われました。で結局最終的に、そこから申し込みをされたのが6組の方が住みたいですっていうふうに正式にね申し込みをしてくださったそうです。これも嬉しかったんですけれども、でそこからエージェントさんがその申し込みのね内容とか、その申し込みにあたっても、自己紹介からどういう仕事をしているとかで、どんだけ収入があるとか全部証明を出さなきゃいけないんですね。でしかも賃貸のもしずっと賃貸昔してたんだったら、その賃貸してたそのエージェントさんからちゃんともらわなきゃいけないんですね。評価というか、ちゃんとこういうことされてます、賃貸料はちゃんと遅れることなく払ってます、遅延の履歴はないですとかで、そういう掃除もちゃんとしてますとか、そういう全部の評価を出してもらわなきゃいけないんですね。でそういうのも全部含めて、その6組申し込んでいただいた中から一番良かったのが、その1組だけが一番信頼できる全部書類だったんですね。私たちも全部チェックして、前の賃貸の方のエージェントさんが出してくれてる評価、その方の評価とか全部チェックして、収入もチェックして、それこそドライバー運転免許証とかもね全部出してくれてるので、それも私たち一緒に全部チェックして、私もクリスも同意の上でその方に決めました。もう一回内見をオープンしてもいいんですよって言われたんですね。でだけどすごく悩んだんですけれども、じゃあもう一回オープンする価値があるのかなと思って、でもう一回オープンするってなると、その次のオープンまでもう家具動かせないんですよね。でもしその時それでその方に決めたら、もうそこからどんどん物を運び出していけるから。でプラスもしそれを先延ばしにして、せっかくいいって思ってる方が申し込んでくれたのに、もし他のところにね先に決まって、やっぱりこっちやめますって言われたらまた一からしなきゃいけないし、それをちょっとクリス天秤に乗せて考えて、でもう最初のねこの1回の内見でその方に決めました。でなんかねもうすごくすっきりして、もう本当に動き出したんだなっていう気持ちと、まだねちょっと今からこれからもうすでに家具を解体したりしていってる中で、やっぱりちょっと寂しくなっていく自分もいて、いろいろまだねごちゃごちゃしてますけれども、確実に動き出しました。なので、テナントさんがね決まりました。で家賃なんですけれども、ここは新興住宅街です。で海に近いで、シティから40分ぐらいかな、車でだいたい40分、早かったら30分ぐらいですけども 3,40 分はかかるところにいます。で学校も周りにありますし、スーパーもあるし、メイン道路がすぐ横なので、通勤とかも割といい感じで、電車の駅も、車で5分ぐらいだから、歩いたこと1回あるんですけど、20分25分ぐらいかかるんですけれども、歩けない距離でもないっていうところに電車の駅があります。駅からシティにも直接行けるという電車ですけど、電車だと1時間ぐらいかかるんですけれども、ずっとね海沿いをね綺麗な海沿いを見ながら行ける通勤その電車のね線路なので、私はすっごく好きで学生の時ね使ってたんですけれども、その電車がある、そういう条件で、あと3ベッドルームですね、3部屋とシャワーが2個とトイレも2個とバスタブ1個で、駐車場ガレージ、その
セキュリティのあるガレージですね、ロックできるガレージドアがついてるそのガレージは1台分なんですけれども、その前にドライブウェイっていうのコンクリートのところがあって、そこに2台止めれるので、一応エージェントさんは車3台は止めれますっていう感じで出してくれました。ドア付きが1つとドライブウェイが2台っていうのをちゃんと説明もしてくれて、でも計3台止めれますよと、敷地内にね。でそれとで一番最初に家を見に来てくれた時にエージェントさんがだいたいそのリサーチした結果、この今のこの辺りの相場の平均が、週$600ぐらいですっていうことだったんですね。で全部中見てくれて、でそこから620いけるんじゃないですかっていうので620に決めてたんですよ、その時点で。それはなぜかというと、私はソーラーパネルがあるので電気コストが抑えられるっていうメリットがあることですね。っていうそのエキストラを少しつけてったので、それで620、それで$20上がりました。それで行きましょうってことだったんですね。でそっから1ヶ月ちょっと空いて、で写真を撮りに来られて、でその時に久しぶりに会ったんですけれども、その時に最近の動きを見てたら最近ね週$640っていう家が出たんですよって言って、でそれが今マーケットに上がってると。でその家がよりも私の家の方が条件いいんですと。で新しいし設備もこっちの方が絶対上だと思うから650行ってみませんかって言われて、で650ね私いけると思うんですってすごいエージェントさんに言われたんですね。で650で行って、それでもし誰も来なかったらそこから避けていったらいいので、避けていくことはできるので650ねいけると思うから行ってみませんかって言われたので、クリスといやそれはね650で行けるんだったらそれに越したことはないので、じゃあそれで行ってみましょうということであげたら650でも、6組の方がお申し込みをしてくれたので結局$650週その賃貸料でね無事にテナントさんを迎えることができました。これは私たちの予想以上の金額だったのですごくそれはね喜ばしいことで完璧にローンをカバーできるのでならプラスになるんですけれども、そのプラス分はねまた別の費用がかかるので、それもまた今からお話ししますけれども、650で無事賃貸にね出すことができました。でそのエージェントさん曰く多分これからも上げていけると思うっていうことだったので$700も多分その近い将来的には夢じゃないと思いますって言われたので、それはねその時その時の市場の状況にもよるので、そういうのはねプロフェッショナルなエージェントさんに全部お任せして動向をね一番知ってる方なのでその方とね話し合いながらその時その時でやっていきたいと思っています。でプラスその他にかかる費用っていうのがありまして、それはもちろんエージェントさんに払う費用ですね。でそれが一体いくらぐらいかかってるのかっていうことなんですけれども、実は今回そのエージェントさんにお願いするのも、2,3 個違うエージェントさんに聞いてその費用の違いとかを比べたりしました。でその不動産にね詳しい知り合いとか友達とかに話を聞いたりとかして、でやっぱり大きすぎる不動産屋はやっぱりなかなかその細かい管理まではしてくれなかったり、そのコミュニケーションがちょっとなかなか密にできなかったりっていう問題があるのは事実らしいです。それは何人かの方から聞いて、であとお金の面とかもですねパッと見初期費用安いんですけれども、実はよくよく考えたら追加で払う金額が出てきたりとかしてて、で最終的に私たちが今のエージェントさんに決めたのは彼女は個人でやってるんですね。他の大きい会社で不動産屋さんで働いてて、でもやっぱりやり方が合わないからっていうので独立された方なんですよ。だから一人でやっている方なんで、すごくねコミュニケーションも本当に早いし、で一番の決め手はその方がここの地域に住んでらっしゃるからです。なので私の家も実は建設当時から知ってくださってて、何回も通ってましたって言って、
でなので日常でねその方がもうここに住んでらっしゃるので、もし何かあったら彼女が駆けつけられるし、日々のね状況を毎日見てくださることができるので、それは一番大きいなと思いました。でその方もすごく感じが良かったのと、クリスと私も最初のね印象がとても良かったので、もう彼女でいいんじゃないっていう感じに。で他の不動産屋の方にも実際来てもらったんですけれども、なんかやっぱり業務的なんか流れが、もちろんそうなんでしょうけど、で最終的にあとそのお金の面でもですね、なぜ彼女にしたかというと、さっきも言った通りその他の業者だったらその初期費用安いんですけれども、例えば今のテナントの方が次出ますってなったら、その次広告を上げる時にはさらにまたその広告費用をね払わなきゃいけないんですよ。そのテナントさんが変わるたびに。で何かあるたびになんか追加っていうのがあって、って思ったんですね。で今回選んだ方はオールインクルーシブでもうフラットなんですよ、支払いが。で週$650ですね。週$650の9.9% を彼女に払う。でそれ以外のもう追加コスト一切なしです。何があろうとも。もし今のテナントが出ていって次のテナントをまた探せなきゃいけない、広告に上げなきゃいけない、内見を開かなきゃいけない、またこういう書類審査をしなきゃいけない、そういうのも全部もうその 9.9% の中で全部してくれるので、その動きがあろうともその私たちのコストが一定なので、もうそれは安心だねっていうのでもうそれにしました。でその 9.9%、もしテナントさんが動かなかったり何もなかったらひょっとしたらちょっとコスト高めなのかもしれないんですけども、半分安心を買ってるっていう感じで、その 9.9%、 もちろん私たちの、家賃が上がればまた払う分も上がるんですけれども、その 9.9% っていうのを考えたらそれはね安心かなと思いました。なので、9.9%、650のかける2の 9.9% なので$128ですね。だから2週間私たち2週間全部支払いなので、2週間私たちは家賃収入が$1,300入ってくるんですけれども、そのうち$128は、エージェントさんに行きます。それが毎回で、エージェントさんがその$128を引き落としてから私たちに家賃を払ってくれます。でそれが私たちのローンに行くお金になるので、それでもちょっとプラスは出るんですね。本当にちょっとなんですけれども、だからそれはね安心だなと思って、もうその 9.9% オールインクルーシブフラットレート、もう一番分かりやすくて安心できてこう変動がねないっていうのでそこの方に決めたっていうのが事実ですね。で今のところねアップデートできるのはそれぐらいで、多分この動画が上がる日が引っ越し当日最終日になると思います。でねまだまだ思うところもありますけれども、もう実際動き出した引っ越しと賃貸と人生初めてのオーナーで人に貸すというね、いいところにも目を向けて、家賃収入がもらえるということに目を向けて、ちょっと前のね動画でも上げましたけれども、やりたいこともできるし、プラスに向けて、でまたね引き続き家の事情とか引っ越しの様子とかアップロードしていきたいと思いますのでね、また引き続き楽しみに待っていてください。それでは今回はこの辺で、バイバイ。